ということで、このラジオは、リスナーの皆さんをマネージャーとして、岩飛高校水泳部の部室からお届けしていくラジオです。はい、ちなみに誰がお届けするんですかね。あ、それ忘れてましたね。しかも僕、こんだけ喋ってますからね。ちゃっかり、すいません、達井さん。僕だけド頭で自己紹介してました。お前ふざけんなよ先輩すいませんおだけかよ立花は誠役の鈴木達也だよ。はい、もう非常に重要なもう、ね、はい、ちょっと本編をかなりこう、担っていると言っても過言ではない。誠と遥かでお送りするこのフリーのラジオでございますよ。はい。それではそろそろ始めましょう。オンエアマーク、レディー、ゴー。なんでお前だけ名乗ってんだよ。すいません。では、今日の練習メニューは、フリートーキング。トーキングだった。トーキングだった。はい、行きましょう、先輩。すいません。もうこれ絶対編集しないからな。はい、はい。ね、最初のメニューは、フリーせーの、フリートーキング。よし、後で反省会しよう。はい、お願いします、先輩。で、こうやっていいと思います。サバは、で、いいの、その情報。あ、やばい。大丈夫そのこと言って。カットされ本当にいいの？大丈夫かもしれない。入ってますよね。大丈夫、次から遥はお前、信長じゃない人になってたりとかしない？サバが原因で大丈夫その重要な情報。作ったりしましょう、先輩。作ったりしましょう、ちょっと。サバ料理。テンパりすぎだ魚料理でもしましょうよ。お前何も考えないで読んでたな。そうですちょっとまだ僕は入ってきたばっかの時と水着の動揺が残ってます。はい、じゃあ、切り直していきましょう。ねえ、みんな聞いて、本当に。こうやってね、すっからかんで喋ってても、ラジオってできるんだって。すごいね。ごめんなさい。生き物としては、僕は、宇宙かなって思います。大きく出たね。なるほどね。すごく、なんかこう、深い話なのかな、それは。はい。そう。ね、成長を止めないからね。そうです。ずっと広がり続けてて、宇宙は生きていると思うんです。そんくらいでっかい男になりたいな。ね、タチューごめんなさい、これはね、実は先週から始まったことなんです。この子ね、最近ね、ちょっとね、人の話を聞けなくなってきてるというか、なんでしょう、このメニューの、こう、答えるための、この、なんでしょう、そのシステムをよく理解できなくなってるっていうか、なんかね、最近思ったのがね、この子ね、バカかもしれない。そうなのか。だからね、今ね、聞きたいことはもう大変よくわかるんですけども、そこら辺はちょっと飲み込んでいただいて、あ、こいつはアホやって思っていただいて、生温かい目で見るか、帰るか、みたいな、そのどっちかでもいいんですけど、まあ。ごめんな。先輩、なぜそんな優しい、お優しい顔でトントンってされたんですか？お優しい顔でって。すごく優しい表情で平川さん今、ごめんなって肩ポンポンってしてくださったんだ。お前がかわいそうな子だからだよ。僕かわいそうなんですか？でもなんか、先輩に優しくされるのは嬉しいです。あとね、平川さん、俺ね、気づいたことが何個かあって、この何回かやってる中に、こいつね、意外とね、まさかのところをスルーして、まさかのところを拾うの。そうね。これね、結構ね、俺の中でね、衝撃的。いや、このラジオね、聞いてる人はすごい面白いと思うけど、一緒にやってる二人はね、大変だと思う。毎回何かしら俺がね、大きな石を何回か投下したところで、こいつに響かない場合があるから。そうだね。本当にあれなんですよ。はるかとまことみたいに、もういつも、達久さんが僕のお世話とフォローをしてくださるっていうので成り立ってます。君も本当に負けない子だね。スーパーマイペースです、こいつ。本当にびっくりする。素晴らしいな。それがフリーでした。第1回目のゲストは早速、岩飛チャンネルでね、ずっと一緒にパーソナリティをやってきました、鈴木達久さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうかさ、もう、なんか岩ちゃんっていうか、もうなんか、もう、こうなんだろう、前回のさ、やつ終わってからもさ、1年通してやたらお前と一緒になってたよね。タスさんといっぱい会ってましたね。顔見てない日がもう少ないぐらい。見てましたね。だってさ、S のになった時もさ、なんか俺がゲストで行って、で、その後はもう様々なゲストがいらっしゃってたじゃん？フリーにまつわる。なんでお前その方の時に俺の話をしてるの？
俺他の人たちと会うたびに、タツの話してたよってやつだったりとか、タチの話してたよとか。誰かわかる、すごい伝わる。タチは愛されてるねとか、もうずっとね、そういろんなね、これちょいちょいの今モノマネを混ぜて皆さんにお届けしたんですけども、そういうのはね、もういろいろありましたよ。はい。いや、だって。なんでお前ゲストに対してその話しとんのよ。いや、それは、だってほら。だから大概の人たちがなんか、俺の近況は岩飛びチャンネル S を聞けばいいと思ってるからね。いや、まあ、そら、話したくなるじゃないですか。いや、ずっとパーソナリティやってきて S になって、なんか僕急に一人ってなりましたけど。ゲストの話聞けや。いや、聞きました。ゲストさんの話を伺い行った上で、こう、本日のなんか、本日の的なトークを。いや、気がついたらちょっと挟んでた。そう、流れで。多すぎだろ。多すぎだろ。まあちょいちょい話聞いてるからな。いろんな周りからなんか、こうやってぐるぐる回ってきて、なんか最近信長くんがやたら達久くんのことを、なんかツイッターだったら何やらで書いてるよっていう話を聞いて。そうです。お前、本当に大概にしとけよって思いながら。いや、早くメール行けって怒られたんで、メール行きます。もうね、本当1年で俺はもう困らされてばっかりですよ、この中堅に。お世話になってます。ありがとうございます。はい、男でもフリー大好きマネージャー、かっこ男子さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またこれも同じ内容のメールが結構来てるらしいんですけど、信長さん、ゲストの達久さん、フリフリラジオがまた復活すると信じて、中学校生活を送っていました。中学生中学最後の夏をフリーと一緒に過ごしたいと思います。いいね。ここで質問なんですが、達久さんは、信長さんを調教するのをもう飽きてしまったんですか？これに関してはね、もうちゃんと言わせてもらいたいんだけどね、調教はしたんです。十分させていただきました。でも飽きたとかじゃなくってね、その域を超えてもう勝手にこいつが一人歩きを始めたんですね。例えば俺がなんかこう去年ちょっとなんだかんだで自分のダイアリーに書いたらいろいろとこう拡散されてネットニュースでわらわら言われたアニサキスがどうのとかっていう寄生虫の話もあったじゃないですか。それぶっ倒れてる時もですね、どっからそれを嗅ぎつけたのは知らないけれども、信長がいきなり電話かけてきて、その時は俺は30歳の誕生日でございました。でそんな時に電話がかかってきて、信長が電話どうしたんだろうなと思ったら、心配でもしてくれたのかなと思ったら、たっさん聞きました、なんか体弱ってるようで、今からちょっと仕事中なんですけど、終わったらすぐにタスさんのところにお見舞いに行くんだよっつって。別にそこまでは俺はしてくれて、まあ大丈夫だよ、お前仕事なんかあるんだから、お前もう気にしないでいいから大丈夫です、もうこれ終わったら大丈夫なんで行きますって。まあでも大丈夫だからね、俺もうちょっとゆっくりもしたいからって。いえ、僕の気が済まないんです、行かせてくださいって言って、タスさんの誕生日プレゼントも持ってるんですって。でそれでもう押し切られてですね、僕はもう家でもうぶっちゃけぐったりですよ。内視鏡を2回もされて、もう本当に俺の胃の中はもう本当さらけ出すだけさらけ出した状態で、辛いって思いながら待ってるところピーンコーンってきてですね、信長ですっていうのもいつものこの感じですよ。それでキーン来た状態でですね、そういうのね、何持ってきたんだろうなと思ったら OS1 ともう一升瓶の日本酒を両手に持って、こいつ本当に何考えてるのかわからないと思って、右手に持ってる大江さんはまだわかるけど、左手に持ってる日本酒は何っていう裏がすみ。いや、僕の持てる最高レベルの後々にちょっと美味しくいただかせていただきました。ありがとうございます。もうそんなことがあるぐらいだから、もうね、俺の調教とかもうね超えてるんです。もうだからそういう意味で言うと本当立派な犬として、もうあなたは十分なんで、もうそろそろ離れてってもらっていいですか。でもね、皆さん今タツさんね、すごくね、いやいいかなみたいに言ってたんですけどね、本当は実はね、もっとね優しく迎えてくれたんですよ、実は。今ちゃかしてますけど、僕誕生日プレゼントのやつとか OS1 のもすげえありがとうって言ってくれて、そこまでして来てくれた自分のことを見舞いにしてきた人間を蹴り飛ばすような、さすがにそんな悪魔みたいな心は持ってませんよ、私。僕知ってますもん。タツさん普通にその後の飲んだ時とかもちょっとマジトーンでありがとうなって言ってくださったの僕覚えてますからね。それはお前が見た夢だ。夢か。じゃあ僕は幸せな夢を今後見続けたいと思います。よろしくお願いします。